深い絶望の底からどうやって光を見つけ出すか、今日はそんな旅に出かけましょう。その光を私たちに教えてくれたのが、オーストリアの精神科医、ビクトール・フランクルです。彼は第二次世界大戦という想像を絶する過酷な環境の中で、ある大切なことに気づきました。彼が作り出したロゴセラピーという心のケアは、単に苦しみを消し去ることではありません。むしろ、その苦しみに意味を与えることで、人間としての誇りを取り戻す道を示してくれたのです。理論の基礎から、収容所での体験、そして現代社会でどう役立つのかまで、一つの物語としてお話しします。フランクルの考えの根っこにあるのは、意味への意志という考え方です。人間は、ただ快楽を追い求めたり、誰かより上の立場になりたいと願ったりするだけの生き物ではありません。それよりも、自分の人生に意味を見つけたいと願うことこそが、人間にとって一番強い原動力になるという考えです。当時の有名な心理学者たちは、快楽や優越感を重視していました。しかしフランクルは、それでは十分ではないと感じていました。多くの人が抱える、心にぽっかりと穴が開いたような空虚感や、生きる意味が見つからないという悩み、そこに答えを出すための新しい道が必要だったのです。この考えは、ナチス、ドイツの強制収容所という、地獄のような場所での体験によって形作られました。アウシュビッツやダッハウといった場所では、誰もが飢えと絶望の中にいました。しかし、不思議なことがありました。同じ地獄のような環境にいても、生き延びる人と、そうでない人がいたのです。その違いは、体の強さだけではありませんでした。フランクルが気づいたのは、生き残った人々は、自分の人生に意味を見出す力を持っていたということです。この意味への意志こそが、暗闇の中で希望を灯し続ける、唯一の明かりとなったのでした。戦後、1946年に彼は死と愛という本を出しました。収容所での体験と哲学を組み合わせた、ロゴセラピーの核心となる本です。彼は、苦しみは人生の一部であり、そこに意味を見出すことができれば、それは人間が成長するためのきっかけになると説きました。例えば、耐え難い空腹や痛みに襲われたとき、ただ苦しむのではなく、この苦しみにはどんな意味があるのだろうと自分に問いかける。その答えを見つけたとき、心は逆境を乗り越える強い力を得るのです。ロゴセラピーにはいくつか大切な言葉があります。一つは実存分析。これは、一人一人が自分の存在にどう向き合うかを探る方法です。もう一つは実存の真空。これは、意味を失って心に空洞ができてしまった状態で、現代の私たちもよく経験することです。物はたくさんあるけれど、なぜ生きているのかがわからず、無気力になってしまう、そんな状態です。これは日曜神経症とも呼ばれます。仕事がない週末に自由な時間が増えると、かえって自分の存在意義への不安が襲ってくる現象のことです。さらに、フランクルはノージェニック、ノイローゼという言葉を使いました。これは体の病気ではなく、生きる意味が見つからないことから生まれる心の不調です。現代でいううつ病や無気力症に近いものです。この心の穴を埋める鍵は、意味の再構築にあります。セラピーでは、あなたの人生で何が一番価値があるのかを問い直し、新しい目を一緒に見つけます。これは、今の時代の認知行動療法とも相性が良く、より深い視点から心を支えてくれます。この方法は、実際の現場でも効果を上げています。うつ病の方が生きる意味を再確認することで、もう一度動こうとする意欲が湧き、心が安定していきます。また、自分という枠を超えて、誰かや大きな目のために生きようとする自己超越という姿勢は、社会とのつながりを取り戻す助けになります。フランクルは、どんなにひどい状況でも、自分の態度をどう持つかは自分で決められると言いました。これこそが、人間に残された最後の自由です。収容所という極限状態でも、心まで小込めしない姿勢を持つことは可能でした。現代の悩みの中にいる人にとっても、この態度の自由を思い出すことは、回復への道を照らす光になります。そして、
悲劇楽観主義という考え方もあります。これは人生の悲劇や苦難の中でも諦めずに希望を見出す姿勢です。苦しみを無理に消そうとするのではなく、受け入れた上で意味を見出す。そうすることで人は精神に成長し、より強い自分になれるのです。この考えは今のトラウマケアや人生の終末期にある方へのサポートにも役立っています。こうした理論は単なる考え方だけではなく、データでも裏付けられています。収容所での観察から意味への意思があるかどうかが生存率に関わっていたことが示唆されました。また現代の臨床でもロゴセラピーを取り入れたグループは幸福感や生活への満足度が明らかに高まったという報告があります。苦しみに対する向き合い方を変えることが心の健康に直接つながるのです。今ロゴセラピーはさらに広がっています。技術が進み、オンライン相談やアプリを通じて意味を探すプロセスが身近になりました。若い人からお年寄りまで自分の人生に問いを立てる機会が増えています。ただ注意点もあります。フランクルのように強く生きなければならないという理想がプレッシャーになることがあります。意味が見つからない自分に孤独を感じてしまう人もいるでしょう。だからこそ一人一人の状況に合わせた優しい配慮が必要です。これから先 AI の時代が来ると人間の役割にさらに疑問を持つ人が増えるでしょう。自動化が進む中で自分は何のために働くのかという問いに直面します。そんな時外側の成果だけでなく内面な意味を追い求めるフランクルの教えが改めて重要になります。ネットでつながっていても寂しいと感じるデジタル孤独という問題にも自己超越と意味探求が鍵となります。また環境破壊やパンデミック、世界な緊張といった大きな危機の中でも意味を見出すことで個人も社会もしなやかな回復力を高めることができます。教育や企業の研修にこの原則を取り入れれば、次世代の人たちが困難にぶつかった時、自分の価値観を信じて前向きに行動できるようになるはずです。ロゴセラピーは心理学や哲学、宗教などさまざまな分野と組み合わせることができます。マインドフルネスや認知行動療法と一緒に使うことで、より手厚い心のケアが可能になります。また、地域の支援システムにこの考えを取り入れれば、社会全体の心の健康を底上げできるでしょう。フランクルが世界平和と共感を願ったように、私たちもこの教えを土台に、国境を越えて理解し合える世界を目指すべきです。絶望の淵で見つけた光。それがビクトール・フランクルのロゴセラピーです。日々の生活でどんな壁にぶつかっても、この光を胸に、意味への意志を持ち続けてください。そうすれば、必ず新しい希望と成長が訪れるはずです。さて、ここからはさらに深く、歴史な背景と現代の実践を通して、ロゴセラピーがどう生活を変えるかを見ていきましょう。まずは、アウシュビッツやダッハウという、凍えるような寒さと絶望の中で過ごした時間についてです。収容所で書かれた記録には、自然の小さな美しさや、誰かが見せてくれた小さな親切への感謝が綴られています。極限状態に置かれた人々は、日々の過酷な挑戦の中で、自分の中にある意味への願いを必死に求めました。そこでフランクルが説いた態度の自由は、たとえ小さな感情であっても、自分で考える力を持っているという希望として、人々の心に響きました。例えば、ある人が、ひっそりと咲いた一輪の花を見て、この花が再生の兆しを運んでくれるという意味を見出したとき、それは周りの人々にとっても小さな聖なる輝きとなったのです。戦後の時代、ロゴセラピーは心理療法としてより正確に強化されました。例えば、うつ病の方がこれまでの人生の捉え方を書き換え、新しい目標を立てることで心の波を穏やかにできた事例があります。人間は困難な状況に直面しても、ただ立ち尽くすのではなく、少しずつ考え方を変えていくことができる。それを証明したのです。現代では、テクノロジーの進化により、オンラインでのサポートやアプリの活用が進んでいます。スマートフォンのアプリで、
今日の意味を書き留めるための質問カードが提供され、一人一人が自分の考えを整理できるようになりました。こうしたツールは、どんなに忙しい状況でも、いつでもどこでも自分自身の意味を探し続けられるようにするためのものです。しかし、この道を進むとき、心苦しさを感じる人もいます。フランクルのような生き方をしなければならないという強迫観念が、自分との比較を生み、かえって孤独を深めてしまうことがあります。だからこそ、ロゴセラピーを実践するときは、その人の環境や状況に合わせた、優しく緩やかなアプローチが不可欠です。そこで、意味を見つけるための小さなステップを提案します。日常のちょっとした考え方を変えてみることです。例えば、毎朝の食事の時に、今日の食べ物はどんな気持ちを運んでくれるか、このひとときが自分の人生のどの部分につながっているか、そんな風に考えてみるだけでも、少しずつ自分自身の意味を紡ぎ出すことができるのです。人の中で意味が生まれやすくなります。例えば、誰かと挨拶を交わしたり、人工知能が急速に発達する時代、仕事や活動の形は大きく変わりつつあります。そんな中で、人々は、なぜ働くのか、という問いをより深く抱くようになるでしょう。フランクルの思想は、単に仕事をするだけでなく、自分が関われる、誰かのためになること、や、世界のためになることを見つけることが、心の力になると教えてくれます。例えば、環境保護やさまざまな仕事の中で、小さな環境への挑戦が、自分の意味を見つけるきっかけになることもあります。世界が大きな困難に直面するとき、パンデミックや近年の環境リスクなど、人々はどうすればいいのか、と考え込んでしまいます。そんなとき、ロゴセラピーの思想は、困難な状況の中でも、今この瞬間にできることに注目し、そこに意味を見出すことができるという希望を示してくれます。例えば、日々の小さな優しさや助け合いの習慣が、広い世界の回復力を高めることにつながっていくのです。こうした思想は、学校や会社の中でも生かされています。学校では、生徒が自分の夢や目標を考える時間を設け、そこに、自分はどんな人間でありたいか、という意味を見出す取り組みが進められています。会社では、社員が自分の仕事の意味ややりがいを見つけるためのワークショップが開催され、ロゴセラピーの問いが使われています。これらのプログラムは、人々のやる気や生活の心理な安定を高め、小さな考え方の変化が大きな数値の変化につながることを目指しています。さらに、国際な会話や文化の違いを超えて、ロゴセラピーはさまざまな分野の心理学者や神学者によって深められています。例えば、神学の専門家は、ロゴセラピーの原則をもとに、意味の探索の専門な知識を作り出し、そこで、意味の考え方が精神の安定にどのように影響を与えるかについて研究が進められています。また、心理学者は、ロゴセラピーと他の治療法、例えばマインドフルネスやメディテーションを組み合わせた総合な治療モデルを開発し、人々が自分の生活の中で心のバランスを取ることができるようにしています。こうしたさまざまな取り組みは、人々が自分は何のためにいるのかという問いに対して、一つ一つの考え方や感情を確認し、そこから自分だけの意味を考えることができるようにするためのものです。人が自分の意味を見出すことは、世界中の人が想像できないほどの困難に直面しても、心の支えや安らぎを見つけることができるという希望を示してくれます。フランクルの思想は、人々が困難な状況の中でも、立ち向かう力を見出すことができるということを改めて確認させてくれます。困難な状況においても、自分の態度や考え方を変えることができるという思想は、人々が自分の生活を切り開く力となります。フランクルの思想を継承し、人々の心に光を灯すために、さまざまな場所での実践と調査が続けられています。そのために、まずはフランクルがたどった歴史な一部分について、詳しく見ていく必要があります。フランクルは、子供の頃から公園や遊園地のような簡単な場所で、意味について考える方法を育てていました。例えば、
自分が好きなカゲロウの滑り方を見て、なぜこのカゲロウは滑っているのか、それはどんな性格なのか、といった小さな問いを作り出すことで、小さな世界の中にある複雑さに向き合う方法を考えていました。その後、大学で心理学を学び、そこで自分の世界をどう見るかという主体性が大切だということを学びました。大学の授業の中で、彼は心理の専門家たちと出会い、世界中のさまざまな状況において、意味の探求がどのように広がるかを共有しました。その時、彼は選択の自由や自分の性格を変える誓いについての話をし、そこから自分自身に対する真摯さを身につける方法を開発しました。フランクルが本格な宣言をした精神の創造では、人間が自分の意味を見出すための2つの極端が紹介されました。一つは世界への関わりであり、もう一つは自分の中戦略です。この2つの極端は、人間が困難な状況においても自分の力を見出すための基礎となります。例えば、アウシュビッツやダッハウのような過酷な収容所の中で、フランクルは世界への関わりとして、人々が互いに手紙を書き交わしたり、小さな環境の中で仕事をしたりすることが、自分の意味を見出すきっかけになると示しました。また、自分の中戦略としては、人々が困難な状況の中でも、今この瞬間にできることに注目し、そこに意味を見出すことができるという希望を示しています。このような反応は、人間が自分の世界を見つめ直すときに、真理の考え方を変えることができるということを示しています。例えば、人が住む街の中で、日々の生活の中で、今日の空はどんな色か、今日の人はどんな気持ちでいるかを考えるだけでも、世界への関わりが広がります。そして、自分が困難な状況においても、少しずつ自分の力を見出すことができるようになります。フランクルの思想は、世界中のさまざまな国際な会話の中でも生かされています。例えば、ヨーロッパの植物学の専門家は、フランクルの思想をもとに、世界の自然と人々の関わりを考える方法を深めています。アジアの神学の専門家は、フランクルの思想をもとに、自分の世界をどう見るかという心理の診断観を開発し、そこで世界の中で自分がどのように全てのものとつながるかを共有しています。また、人間が困難な状況においても、自分の世界を見つめ直すことができるようになるために、心理学者は今この瞬間にできることを診断し、そこに意味を見出すことができるという希望を示しています。例えば、人々が日々の小さな優しさや助け合いの習慣を作ることが、広い世界の回復力を高めることにつながります。フランクルの思想は、人間が自分の世界を見つめ直すときに、世界の中で自分がどのように全てのものとつながるかを考えることができるようになることを示しています。例えば、人が困難な状況においても、自分の世界を見つめ直すことができるようになると、世界の中で人々が全てのものとつながることができるようになります。フランクルは、アウシュビッツとダッハウでの極限体験を通じて、意味への意志という概念を具体化しました。彼が収容所内で見聞きした数々のエピソードは、単なる苦痛の記録に止まらず、人間がどのようにして自らの存在に価値を見出すかを示す実証資料となりました。例えば、ある冬の夜、凍えるような寒さの中で食料が底をついたとき、一人の囚人が、明日の朝、子供の笑顔を思い描く、とつぶやきました。その瞬間、周囲の仲間たちは不思議なほどに体温が上がり、共同で暖を取ろうとする行動が生まれました。このように、抽象な意味が具体な生存本能を呼び覚ます様子は、フランクルが後に、トラジック、オプティミズム、と呼んだ真理な考え方の基礎となりました。収容所での過酷な日々の中、フランクルは自らの態度を支えた根拠を見出していきました。収容所内では、日曜神経症という現象がしばしば見られました。これは、週末が近づくと突然襲ってくる無力感や虚無感のことです。フランクルはこれを、
実存真空の一形態と考えました。つまり、人生の意味を見失った時に生まれる空虚さが、精神を崩壊させる危険性があると警鐘を鳴らしたのです。彼は、意味が失われた時に現れる、ノージェニック、ニューロシス、という状態を診断基準に加えました。これは、精神な欲求が満たされない状態を指します。そして、治療の第一歩として、意味の再構築を提案しました。つまり、自分の人生に新たな意味を見出すことで、心の平穏を取り戻すのです。戦後、フランクルはロゴテラピーを精神医学の学術誌に発表し、ヨーロッパ中の精神科医や臨床心理士に大きな影響を与えました。特に、ベルリン大学の精神科医ハンス・カールは、ロゴテラピーの技法を用いて、自己超越を促すグループセラピーを開発しました。このプログラムでは、参加者が過去のトラウマを語り合い、そこから得られる教訓や他者への貢献可能性を探ります。これにより、各々の意味への意志が再び活性化されるのです。フランクルの思想は東アジアでも独自の解釈を受けました。東京大学の心理学部では、ロゴテラピーを日本古来の全思想と結びつけ、無常の中にある意味の探求として再構築しました。学生たちは、日常の何気ない瞬間に潜む小さな意味を見出す練習を行いました。例えば、雨音を聞きながら茶碗を手に取る行為に深い意味を見出すのです。その結果、ストレス耐性が向上したという報告が多数寄せられました。フランクルは、苦しみの意味についての講演を世界各地で行いました。特に南米のスラム街での活動が注目されました。リオデジャネイロの貧困地区で、彼は、苦しみは必ずしも罰ではなく、成長への契機である、というメッセージを掲げました。住民が自らの生活環境を改善するためのコミュニティプロジェクトを立ち上げたのです。このプロジェクトは、住民が自分たちの物語を再構築し、未来への希望を共有する場として機能しました。ロゴテラピーの実践例として国際に評価されました。フランクルは、死の自由というテーマにも深く踏み込みました。彼は、最後の自由として、死の瞬間においても自らの意味を選択できると説きました。この考え方は、終末期医療の現場で大きな反響を呼びました。緩和ケアの専門医たちは、患者が残された時間に何を見出すかを問うカウンセリング手法としてロゴテラピーを取り入れ始めました。フランクルは自身の著作、死の収容所での序文で、当時のナチス政権が科学名目で言った人間実験の倫理破綻を批判しました。心理学が持つ人間尊厳の守護者としての責務を強調したのです。この視点は、第二次世界大戦後に設立された国連の人権委員会においても引用されました。心理学介入が人権保護に不可欠であるという国際合意形成に寄与しました。近年では、ロゴテラピーは AI 技術と融合し、意味探索を支援するデジタルプラットフォームが開発されています。日本のスタートアップ企業は、自然言語処理を用いた意味対話ボットを提供しています。ユーザーが日々の悩みや葛藤を入力すると、ロゴテラピーの原則に基づいた質問やリフレーミングの提案を自動生成する仕組みです。この試みは、従来の対面セラピーではアクセスが難しかった遠隔地の高齢者や障害者に対して、意味の再発見の機会を提供しています。フランクルの遺産は単なる心理療法の枠を超えて、教育、福祉、公共政策まで広がっています。例えば、スウェーデンの教育省は、小学校のカリキュラムに、意味の探求という科目を新設しました。児童が自らの興味や関心を通じて社会役割を見つけるプロジェクト学習を導入したのです。この取り組みは、早期に意味への意思を育むことで、将来な精神疾患の予防につながると期待されています。ビクトール・フランクルが提示したロゴテラピーは、極限状態での実体験に根ざした哲学洞察と、実践な心理技法が融合した包括システムです。苦しみや絶望の中にこそ、人生の深層な光が宿るという彼の信念は、
今なお多くの人々の心に灯火を灯す指標となっています。